ます。のじのぶチャンネルです。トロントののじです。ロンドンののぶです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。のぶさん、今週、先週いかがでしたか？はい。私たち2週間お休みをもらったんで、のんびりしました。まあ、基本は、週は、仕事を、やっていただいて、平日は仕事をして、週末はですね、今、後ろに出てるように、ホームパーティー行きましたね。みんなで持ち寄って、ご飯を食べて、ワイワイ語って、音楽を聴いてっていう形でやって、あとは、いいですね。ホームパーティー、また、イギリス人の友達がお寿司を作ってくれたんで、おー、すごい、美味しそう。ゴージャス、めっちゃ美味しかったです。なんか本当作ったって感じ。そう、ね、器用だね、もうやっぱ。プロだね。キャビア乗ってるし。そう、キャビアだよ、キャビア。ね、すごいよね。キャビアなんか豪勢だよね。本当に。贅沢だよね。贅沢。はい。で、日曜日はね、3週連続、オープンエアのジャズフェスに行きました。おー、羨ましい。めっちゃエネルギーもらって、もうやっぱりロックダウンでライブに行けないんで、私はもうふつふつとしてたんで、もう楽しかったです。いいですね。エンジョイしてる。めっちゃエンジョイしました。で、のじはどう2週間とった？ですね、のじはちょっと遠出しました。おー、どこ？オンタリオからケベック、もっと東の方にね、隣の州なんだけど行って、1000キロの旅、片道1000キロだから、だいたい、まあ、なんていうの、1日ぐらいかかっちゃったんだけど、行くだけで。で、何をしに行ったかって言ったら、一応目的はクジラを見るっていうのが大きなね、目的なんで。で、ちょっとお見せしますね。はい。まあ一応、最初一日走って、これ朝日を見ごめんね。朝日を見て、で、どこに行ったかってこれガスペ半島っていうところなんだけど、なんかパースっていうところなのね。この岩がね、有名なんだけど、どうしてかってこの穴ちょっと開いてるでしょ、真ん中に。そこが引き潮になるとそこの下を歩けるようになるっていう話。で、朝着いて、私ここで、8時ぐらいに泳いで、もう気持ちよかったです。それで、この魚をね、取ってみました。小さい魚がね、泳いですごい大量だったから。これ水の中入ったんでしょ？そう、これね、カメラジョボンって入れて、撮ったのね。あまりにもすごい大量な魚だったから、で、海も綺麗だったのよね。で、だけど、壊れてしまったので、カメラが。残念ながら。で、そう。で、次の日に、このクジラね、クジラツアー。すごいよ。2時間半。ちょっとそれは戻って、ケベックシティよりも、まあ3時間ぐらい東なんだけど、で、そこで、こういう、ロドーサックっていう町があって、で、これはセントローレンスリバーとセントローレンス湾の間にある町なんだけど、川にね、このクジラがこう戻ってくるわけよ。これ。で、それを見に行くっていうツアーで、7種類ぐらいの、見ました。こういう街並み、これは大きな。いいね、大自然だわ。そんな感じで、私は楽しく過ごしました。はい。ありがとうございます。はい。ね、そんな感じです。はい。じゃあ、今週のお題目いきましょう。今週はですね、健康情報なので、まあ一応コロナを COVID-19 をやります。はい。そうですね。健康情報で免疫力を上げるっていうお知らせなんですけど、それにちなんで今年やっぱりコロナの時期にのじが具合悪くなったというのをちょっとテーマにして、それに伴って免疫力を上げるお知らせを3回にわたって
はい。お知らせするんで、今日は第1回なので、今日はのじがどういう症状にかかったかっていうのをちょっとみんなとシェアしたいと思います。はい、お話ししたいと思います。お願いします。はい。2月ですね、2月中ぐらいにちょっとほうほうって咳が出て、で、鼻水がちょっと出てきたのね。で、おかんもしたんです。で、と思って、まあ仕事もそのまましてて、でちょっと帰りとか遅かったのもあるんだけれども、働き続け、そしたらガツンと来たのが2月の終わりで、ガッと熱が上がって、夜にね、ものすごいもう咳が止まらなくなって、喉が痛くなって鼻水もすごい出てて、で、朝はもう血痰が出て、鼻血も出てみたいな感じで、これはやばいと思って、熱もこれやばいよね。38度超えてたと思うね。8.5 ぐらいはあったと思う、最低でもね。で、それで、これはダメだと思って、ファミリードクターに電話して行ったのよ。次の日かな。ちょっと、まあ、収まってはないけど、行かなくちゃと思って。で、そしたら、まあ、ただのっていうか、まあ、風邪ですから、養生してくださいみたいな感じだったね。で、返されて、で、私、まあ、多分、基本、アスピリンとか飲めないんだね。心臓があんまり良くないから、それが飲めないので、っていうので、多分先生は、アンティバイオティックも何も出さなかったけど、アレルギーがある。で、返されたんですよ。で、どんな症状が結構出たの？症状的には。症状はね、結局、ものすごい心臓と肺とか胸ここら辺が痛くて、っていうのが、まあ一番かな。咳のしすぎ。ものすごい咳のしすぎで、咳っていうか、連絡出ちゃうんだけど、鼻水がすごかった。大量の鼻水と、痰がすごくて、で、五感がちょっとおかしかったね。鼻の匂いがしなくなって、まず、すごい超敏感なんだけど、パブリックのね、電車とか乗っても、他の人の匂いが気にならなくなっちゃったから、あれって思っておかしいなと思ったけど、で、店が行った時に2、3日も食べ物の味がわからなくなったのね。あと耳がおかしいのは、うちのアパートの電気系統のこのモーターの音がうるさかったのに文句言ってたんだけど、聞こえなくなっちゃって、で、よく寝れるようになったんだよね。だから直してくれたのかな勝手に直してくれたのかなと思ったら、なんかどうもメンテナンスの人が来て、お前聞こえないのかとかなんて言われたから、あれやっぱかなりおかしいのこれ、自分おかしくなってるって、その時初めて分かったね。ちょっとね、それはおかしいよね。そうでまさか、風邪はひいてるの分かったけど、聞こえないのかって言われたぐらい、聞こえなくなっちゃって、まあよく寝れたんだけど、そのおかげで。まあ、今は治してもらったから静かなんですけど。あとは、その五感の症状的には。あと、皮膚がね、手先とか足先とか、こうガリガリガリってね、こう、引っかかれる感覚だったのね。表面がちょっとおかしかった。皮膚の表面って感じだったのね。足とか足の先とか、まあ、ふくらはぎとかもそうなんだけど、なんかガリってやられてる感じが、特に夜寝てる時とか、あと、神経かな、腰の痛いとことかさ、そういうところが、まあ、心臓だね、あとね。今までにそういう症状は なったことないんだよね。だって風邪ひいても特にね。ないね。もうなんかまるっきり違う新しい症状っていう感じ。そうだね。で、熱がね、だからだいたい37度前後、上がっても38度ぐらいで、37度5分とかさ、そのぐらいだから、上がりきっちゃえばよかったのに、上がりきれなかった感があるのね。で、なんかこう微熱じゃないけど、もうちょっと高いけど、みたいなで、外に行ったり来たり行ったら、まあ熱は上がる感じかな。で、帰ってきて、2、3日したら、まあだんだん下がってくる感じ。そんな感じ。結構ね、ひどい、いろんな症状が出たから、やっぱね、辛かったと思うんだけど、とりあえず今回はその症状がこういう症状だっていうのをちょっとこうね、みんなとシェアして、次回はその文字がそこからどうやって回復したかっていう
そうね。お話をさせていただきたいんですけども、はい。今日はとりあえずそれに伴って免疫力を上げる、方法として、ノジと私から、お知らせしたいと思うので、まず、じゃあ、ノジ、何か。そうですね。イマージェンシー行った時に、先生がね、心配してくれて、鼻水すごかったでしょ、で、これを使ってね、これ鼻洗浄の容器なんだけど、これね、これ鼻をこうやってするのよ、こうやって洗うんだけど、お塩を入れて、まずお湯を沸かして冷ましたところに、お塩 3% とか大体そのぐらいを溶かして、で、家から外から帰ってきたらこうやってダーッと押して、こうやってシュッシュッってやって、ダラダラダラってこう洗うのをやりました。これはおかげさまでいいかった。これ15ドルぐらいしたんだけど、これはでも効きますよ。私も使ってます。もうこれは神様ですね。これを使ってさ、これは一番。あと塩貝でしょ。塩の花と塩貝と、あと塩のお風呂がいいと思うのね。で、私はヒマラヤの塩、ブラックソルトっていうのがあるんだけど、まあ日本で言えば硫黄ですね。硫黄成分が入ったものが一番デトックスになるので、お風呂に入ったりとか、それを溶かして飲んだりとかしました。はい。こんな感じです。はい。どうですか？私はですね、さっき塩っていうのが出てきたんですけども、ミネラルを体で吸収するのがやっぱり一番いいと思うので、私はこれですね、マグネシウムフレークっていうのを使ってますね。これマグネシウムフレークなんですけども、これをお風呂に入れて肌から吸収するのにすごく効果高いんですよね。効果一番いい効果としては筋肉とか関節の痛みを和らげる。であとは、便秘にもいいし、もちろんお肌にももちろんいいし、あとよく寝れるし、あと新陳代謝、とにかく汗がすごいわーって出るので新陳代謝もいい。であとはもうストレスも緩和するし、もう本当にオールマイティに効くっていうつわものですね、これね。いいですね。これマグネシウムオイルっていうので売ってると思うんですけど、これ自然にほっとくとこれオイルっぽくベタベタするので、多分それがオイルになってもその液体がオイルになってるので、これもすり込むと関節炎とかもちろん肌もすごいスベスベになるし、女性の方とかも男性ももちろんあと、妊婦の方も安心して使えるので、これはすごいいいおすすめ免疫力にすごく効くと思うので、私はこれをおすすめします。はい。ただこれはね、日本だと風呂釜を傷める可能性があるので、一回一回捨てて使ってください。炊くと配管がおかしくなるので、それは気をつけてくださいね。ね。こんな感じです。はい、ございます。はい。一つ言わせたんですけど、症状で下痢がありました。はいですね、ジュリね。はい。大事なことでした。あれは大変でした。はい。もうそうするとこの症状的にはやっぱり今のコロナの症状に近いんですけども、まあとりあえずこのお話はまた次回詳しくノジから聞きたいと思うので、来週またね免疫の話をこのまま続けますので、はい。ご期待ください。あとは来週は満月の前なので、まあ一つ満月のことをね取り込んで話します。はい。また皆さんじゃあよろしく、また来週もよろしくお願いします。はい、今週ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。お願いします。チャオ。チャオチャオ。